恋愛関係を発展させたり、恋愛結婚する上で、ムードとタイミングってすごく重要なんです。こんにちは、あやです。男性って女性が思うよりもナイーブなんです。なので女性が最初に動いてあげて、彼が動けるムードを作ってあげることが重要なんですね。今回はそのムード作りに必要な6つのポイント。1つ目、相手のことが好きである。2つ目、リラックスしている。3つ目、いつも笑顔で楽しそう。4つ目、羽のように触れる。5つ目、相手のことを知りたいという気持ちで質問する。6つ目、自分の失敗談や本音の話をする。この6つについてお伝えします。まず1つ目の、相手のことが好きであるなんですけど、これは純粋に相手のことが好きであるってことがポイントです。詳しくは別の動画で話してるので、そっちを見ていただければと思うんですけれども、重要なのは、下心がなく、相手にこびることがなく、人の目を気にしないで、純粋に相手のことを思って、相手に対して愛情の感情で接するってことなんですね。意外に人は自分では気づかない本音を読み取る力を持ってますので、自分の中に無意識にでも下心や自分をよく見せようとする感情があったりすると、それを察知して、ちょっとこの人嫌だなって思われてしまうので、相手に不快を与えるような感情をなくして、純粋に相手のことを愛するという、相手に親切にするという感情だけで関わるっていうのが重要なポイントになってきます。2つ目のリラックスする。自分がリラックスするってことです。緊張って相手に伝染するんですよ。特に男性はナイーブなので、先に女性が緊張感を解いてあげることで、男性の緊張をほぐしてあげるっていう方が手っ取り早いんですね。ここで注意してほしいのが、リラックスしている状態イコールだらしがない状態ではないってことです。あなたのそばにいると、自分がとても自然体にいられて嬉しいという、幸せという感情を持つことで、相手も自然体になれるってことなんですね。人は、この人のそばにいると、自分らしくいられるとか、自由でいられるって思うと相手のことを好きになるんですね。先にあなたが自分らしく自由になることで、彼も自由で自分らしくいられる環境を作ってあげる。これがすごく重要になってきます。重ねて言いますけれども、リラックスしているイコールだらしがないではないので、そこだけ注意してくださいね。3つ目、いつも笑顔で楽しそう。男性も女性も同じなんですが、一緒にいる相手が笑顔だと自分も嬉しくなるんですね。自分と一緒にいるとこんなに幸せなんだ、楽しくなってくれるんだって思うからなんです。考えてみてください。どんなにイケメンや美女だったとしても、無表情で何考えてるかわからない人、ずっと一緒にいたいと思いますか？何考えてるかわからないとか、怖いって感じると緊張感につながるんですよ。緊張感が高まると、その緊張感は相手にも伝染しますし、そもそもリラックスできないので、長期的に一緒にいたいっていう感情は生まれづらくなるんですね。いつも笑顔で楽しそうでいるっていうのはすごく重要なポイントになってきます。4つ目、羽のように触れる。ジェントルマンのジェントルには動作が静かとか軽いって意味があるんですね。女性がジェントルを感じる男性の触れ方って軽く触れて相手に不快感を与えないことが多いんですよ。いかにもって触れ方をしてしまうと相手に不快感を与えてしまったり、おせおせアピールで相手を引かせてしまうこともあるので、この時の触れるっていうのは、私はあなたに好意がありますよ、OK ですよっていう相手が動きやすいようにさせてあげるサインとして、本当にライトに触れてあげる、そういう使い方なんですね。ちなみにこの軽く触れるなんですが、軽く触れることで相手が自分に好意を持ってるかそうじゃないかっていうのも見極めることができるんですね。先ほどもちょっとお伝えしましたが、相手が不快感を持っているか持ってないかを見極める目が必要になってきますので、そこ注意してください。5つ目、相手のことを好きという気持ちで質問する。人は自分の話がしたい生き物なんです。私は話すのが苦手っていう人であっても、その人の好きな話を質問した瞬間、水を得た魚のように話し始める人いるじゃないですか。どんな人であれ、自分の好きなものの話は相手に伝えたいっていう感情を持ってるんですね。スマートに質問してくれて、自分が話しやすい環境を作ってくれる人に対して声を持ちやすいんですよ。重要なのは自分のことを純粋に知りたいと思ってくれて質問してくれていると感じられるかどうかなんです。ここは How to じゃないんです。相手のことを純粋に好きで質問して話しやすい環境を作ってあげるってことが重要なんですね。6つ目、自分の失敗談や本音の話をする。これは5つ目の相手のことを知りたいという気持ちで質問をするを実行する前にちょっとやっておくといいポイントです。
自分の失敗談や恥ずかしい話をちょっとしておくことで、相手が話しやすい環境を先に用意してあげるんですね。これは出会いの最初の時にも使えますし、結婚話に持っていく時にも重要なポイントになってきます。どうしても私たちはうまくいってるとライトでポジティブな関係だけで話をしがちなんですけれども、結婚前にはきちんとディープな本音の話をしておかないと後でトラブルになったりしますので、最初に自分の本音、本心をきちんと開示しておくっていうのが良好な恋愛関係、そして結婚生活を送る上で重要になってきます。ということで、6つのムード作りのポイントについてお伝えしました。これは全部タイミングが重要になってきます。相手が OK を出しやすいかどうかの状況を見極めながら、この技を使っていくことで恋愛関係に発展させたり、結婚話に持っていくことができるようになりますので、ぜひチャレンジしていただければと思います。今回の話がすごく参考になったとか、または具体的なやり方で質問ありましたら、ぜひ下のコメント欄に書いていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。このチャンネルは恋愛や婚活にお悩みの方の問題を解決するチャンネルです。気に入っていただけたらチャンネル登録お願いします。